はい、今回はシュラブローズの大きな鉢植えブノワマジメルの剪定と土替えをやってみたいと思います。枝が細くてちょっとシューッと長く伸びる品種なので、秋に剪定した時に棒を真ん中に1本立てて枝を中の方へ引っ張って枝を立ててるんですね。でないと結構大きい花が咲いてみんなこう下向いてしまう性格ですね。でシュートは出ると半つる性みたいに伸びるんですけども、この株は鉢植えということもありまして、シュートを途中で切って枝数を増やして、こんな感じで咲かしてます。まず剪定をしちゃいますね。この枝とこの枝は今年のベーサルシュート、短い位置でここで1回ピンチして枝分かれさせてます。枝分かれした枝2本を残すという形で剪定します。剪定はこんな感じです。枝数だいぶ多く残した状態になります。では引き続き土替えをしていきます。大きな鉢であまり育ちが良くない場合は根が完全に張ってないケースも多いので、土替えしない方がいい場合もですけど、土替えするということは根っこが細かい根っこみんな切れてしまいますのでね、それは株の状態と根の張り具合によって土替えをするかどうかは決めたらいいと思います。こういうちょっと表面粗い感じのテラコッタの鉢の場合、土が表面にこびりつくというか、根っこがへばりつくというか抜けにくいんですね。だから上から土をちょっと振って根鉢を外すということなんです。それにしてももうカラカラに乾いてますね、土が。テラコッタの鉢は鉢自体が水を吸いますので、思いのほか、もう冬になって気温が下がっても結構乾きますので、水枯れ注意した方がいいですね。ということで、だいたい土が半分ぐらいは取れたのでいけるかな。抜けました。よいしょ。こんな感じで、これだけ大きな鉢ですけども、もう下まで根が土で張ってますね。それでもパンパンっていうほどではないですけども、よし。鉢の底に1個だけそこに穴が開いてるっていう状態なので、この穴を塞がないように、この穴が生命線ですね。水がここから抜けるわけで、それを注意しないとダメです。鉢底石は入れないですね。かけらを入れて水はける状態にして、でピトモスを少し入れておきます。こんな感じでピトモスには根が張りますので、より限られた鉢の土の容量を有効に使えるということですね。これが鉢底石とか入れるとここまで根が張らないんで、その分土の容量が少なくなっちゃうということになります。弊社のこの培養土には、不溶性の水に溶けない
成分の肥料をあらかじめ混ぜ込んでありますので、肥料を別途やる必要はないんですね。住友のスミカエースの、EX14 っていう肥料ですねを使ってます。化学肥料なんですけども、ユニークな DCS っていう成分が入ってて、それが窒素分のアンモニア体窒素が硝酸体窒素に変化するのを抑制する成分ですね。そういうものを使って長生きするようになっている肥料があるんですけどもね、スミカエースっていうそれを土に混ぜ込んであります。冬にこのように植え替えで使って春の成長期にちゃんと効いてくれるようになってます。長生きしますね。樹形がこっち側がもう古い枝なんで、こっちに新しいのが固まってるんで、これがメインになるように少しこちら側に傾けて、こうすることでかっこいい株立ちになるかと思います。根っこの間にね、空洞ができないように揺すったりトントン落としたり、土を締めます。仕上げに北海道産の朝鮮エピートモスでマルチングしておきます。マルチングはしてもしなくてもいいんですけど、それぞれ一長一短あって、でマルチングするメリットとしては見てくれですね。土の表面をきれいに見せるっていうことと、で雑草が生えにくくなる、雑草の種が発芽しにくいっていうことですかね。あと強い雨が降った時に土の跳ね返りで下の葉っぱが汚くなるのを防ぐっていう効果もありますね。これ教科書とかでその跳ね返りで黒点病が広がるとか書いてる本とかもあるんですけども、黒点病は跳ね返りの水では広がりません。空気感染なんで、葉っぱが6時間以上濡れてると菌糸伸ばして葉っぱから侵入してくるっていうのがありますんで、跳ね返りが直接の原因になるわけではないので、マルチングしたからといって黒点病が出にくくなるっていうことはないと思いますね。これであとはたっぷり水やって完了ですね。たっぷり水やっていきます。シュラブローズの剪定と土替えでした。